クラウンのついたジャンクヘッドを最初に配置。ジャンクヘッドはクランクマスターの初期カードなので必ず持っている。ジャンクヘッドにクラウンをつけたルーミンを使用。ルーミンも必ず手に入るもの。そしたらクラウンをつけたジャンクをジャンクヘッドに当てる。ジャンクもクランクマスターの初期デッキカード。ルーミンの効果で1枚のジャンクが2枚になっていく。クラウンのついたミニミカを配置。無限に手に入るジャンクをミニミカに使っていく。これを繰り返してミニミカの激度を十分に上げたら、ミニミカが攻撃可能になるまで耐えれば勝ちだということがわかるだろう。しかしバグがあるので実は不可能。ミニミカの激度が60になる頃にフリーズする。激度自体のスタック100を越すことは可能なので、おそらくなのだが捨て札が90枚になるあたりでバグが起き出す。このバグの詳細は後ほどまた説明する。はい、このようにフリーズしました。捨て札がおかしいことになっており操作不能状態。しかし非常に強い作戦なのは間違いない。この方法をする場合にはミニミカの激度が60になる前にはやめましょう。この戦略はミニミカさえ手に入れば可能だという点。味方マスで手に入るのでお金が足りなくて取れないといったことはない。出てくれた時点で新ラスボスの勝利が確定するということ。それ以外の必要なものは全て運の要素なく手に入るもの。さらにミニミカは条件なくとも十分強い味方。条件次第でぶっ壊れるが条件が整わないと使い物にならないというキャラではない。マジで最強のコンパニオンだと思います。さて今回で言えばミニミカに貪欲があるので5ダメは出てくれる。激度40もあれば足りるだろうからこの辺で0ターン目終了。ここまでいかずともミニミカの最初の攻撃で、不動模試を倒しきるだけでも十分余裕になるのではないでしょうか。予想はされていたでしょうけどボムの樽です。クラウンジャンクヘッドを最初に配置。クラウンルーミンをジャンクヘッドに使用。クラウンボムの樽を使用。それで生まれたジャンクをジャンクヘッドに使って増やしていく。0ターン目に一気にダメージを与えるのは有名。しかしジャンクで直接殴って終わりではなくジャンクを増やしてから殴る。ミニミカの方法と違ってこちらはボムの樽が必要な点。味方マスよりは抽選回数が多いのでミニミカよりボムの樽は出現する。しかしボムの樽はクラウンを買ってお金がなくて買えないケースは多々。なので実際はミニミカの方が手に入りやすい印象。とはいえミニミカかボムの樽が出てしまえば新ラスボスは勝ち確だということ。ただしこちらも当然バグります。やはり捨て札が90枚を超えるあたりからバグの初期症状は起きる。捨て札をこまめにチェックもしてみたのだが90枚を超えたあたりで、捨て札の枚数が正確に表示されなくなり出す。とりあえずこの4ボムの方法の場合だと、合計240ダメぐらい与えたあたりでバグる。はい、バグりました。操作不能です。なので4ボムの場合だと合計240ダメよりは手前でやめるようにしましょう。ということで、240ダメは危険なので210ダメぐらいで止めるといいかと。210ダメぐらいなら4体は倒せる。ということで0ターン目終了。
実はボムの樽を他にも持ってました。わら。しかし必要パーツ少なくてもクリア可能という動画趣旨なので、ボムの樽が2枚手に入る確率は低いので趣旨がぼやけてしまう。とりあえずプレイが雑、わら。クランクマスターが頭抜けて強い、ミニミカが強い、ボムの樽が強い、それは分かっていたことだけども、想像のさらに何段階も上の強さがありましたね、わら。